青々とした空の糸が尽きない。古希毛雪港。窓ガラスに客を寄せる。カラス墨影が濃い。弦の中に静音がある。曲意が心をかき乱す。風雲天地編。皆ここで言っている。解析が終わりました。高速大金886。はい、川のこれはとても楽しいです。でも PV の内容は冒頭の詩で要約されています。事実が証明している。TOTOの文案は相変わらず優秀です。でも PV のこれらの詩はそういう意味ではありません。青々とした空の糸が尽きない。環境の描写です。空の霧が晴れた。民衆は知らない理由で大雪に覆われています。冬がその代名詞になった。そのため空には霧が立ち込めています。しかしシナリオ設定解読に合っていれば、ここに新しい白虎氏の関係と書いてあります。数種は回復し始めました。古希毛雪港。正確には5倍のはずです。画面に未開の梅が出てきた。ここの寓意は寒さをしのぐことです。両館の名前は壮大の大安石の梅から取った。壁の隅に数本の梅があり、寒さをしのいで一人で開く。遥かに雪が足りないことを知って暗い香りがするために。新しい城虎様を要約した詩です。詩の後半文房雪港。雪港は雪泥鉱詰めの略である。出典祖職の詩。人生はどこでも知っている。フェイホン不雪泥に似ている。狩りは雪が溶けた泥の地に爪印を残すということです。過去が残した痕跡の例えに使われる。この詩は梅と爪印の跡を意味する。しかし寒さが過去の思い出に陥っている寓意もあります。窓ガラスに客を寄せる。同じように表の2つの解読があります。寒さの中で空には2匹の飛行生物がいます。間違いを防ぐためにカラスと狩りの対比を調べてみました。本当にカラスだと気づきました。さすが境地人しか言えません。カラスは少し殺風景だ。カラスがここに来るのは目的がないわけではありません。窓のそばに食べ物が置いてあります。カラスも簡単ではありません。私たちによく見られるカラスの目はこうでしょう。このカラスの目は赤く輝いています。このカラスは寒さで飼っているのではない。難音に従ってきたのです。この言葉は同時に案内音が近づいています。アヘンとはすでに氾濫した難音である。三窓はボロボロの州です。カラス墨影が濃い。憑依はカラスの羽のことです。墨のように真っ暗で黒い影が多い。同時に言っています。真珠金雨が堕落してきた原因に案内されて。運悪く大軍が襲来する。弦の中にマサの声があって心の音をかき乱す。生き絵が報告する前に寒さはずっと川北省の筆琴を弾いている。金曲の中には個人への追憶がある。同時に彼女の心を落ち着かせなかった。リートは難音の思い出の中で彼女はゲタ州冷泉邸で南音琴を見送ったことがある。金曲の中では捨てずに再会を願っています。これらの気持ちは全て難音に聞かれた。結局彼女は残っていなかった。風雲天地の変化は皆ここを歩いている。この言葉はよく理解できます。天地が急変し不運が襲ってきた。州の状況が危ぶまれている。存亡はここで戦います。ここでは難音が数年後に再現されたことを指しています。両人の白虎の葛藤。両眼と難音の間の結果。今回の行動次第です。一つの詩二つの解読。素晴らしいですか？過剰解読の疑いがあるとはいえ。しかし意外な貼り合わせ表現の内容は。次により詳細な解読を行います。画面が始まると石板には修復と書かれています。空にカラスが飛んでいるのが見えます。近くにはまだ咲いていない梅の花がある。バージョン PV を振り返ってみる。昔はゲタ州も花が咲き乱れていました。今は枯れ枝しか残っていません。その時賢人が反応した。何の原理かは分かりませんが。しかしここの賢人は遠流が開いている位置を検出できます。そしてこれは初めてではないことを知っています。初めて新州についてから NPC に提示されました。遠流を探査することは剣閣の機能である。そうです。私たちが見た賢人は両感覚の主人が率いる剣閣です。活字にはいろいろな解釈がある。風は楽器の解釈が最適だと思っている。シワン族が体を叩く楽器です。剣は剣名とも解釈できます。ビデオからもわかるように。賢人は被験の間の明洞で位置を探知しています。担当者は部下に戦闘の準備をさせた。自分は領官に報告するんです。カラスもちょうど窓辺に着きました。アパートの案内音がもうすぐ来ます。カラスの目の色は血で赤い。食べ物は投入されていますが、でも明らかに餌をやりに来たわけではありません。空に合わせて爆音がする。剣の陣も一斉に落ちた。剣が落ちた位置が遠流の出現場所です。それと同時に、担当者はすでに消息を領官に報告した。領官はこれらに対してはすでにありふれたことだ。州都は大雪に覆われてから、遠流は一度も止まらなかった。逆に担当者がなぜわざわざ報告に来たのか気になります。担当者は賢人が異常だと言っていました。これはもちろん前任者が逃亡した白子様難音と関係があります。そうでなければ誰が賢人の問題を検出できるだろうか。賢人に何か問題がありましたか？前後を比較してみましょう。体験に鍵をかけたチェーンがないことがわかります。賢人も無効になったのではないかと。
そういえば PV のストーリーがいつ起こったのか気になります。ちょうど手がかりを知っています。まず9域外観 PV に戻りましょう。これは南音が初登場した時です。この時の彼女はマスクをしていた。原玉遺跡を襲った時に外したんです。2回目に会ったのも原玉遺跡で、3回目は新州遺跡で、でも今回は顔を出さなかった。手のクローズアップだけ。4回目はここの PV で、南音が登場して仮面をかぶっていないのが見えます。歌詞タイムラインは先着順のはずです。まず李州に行ってから新州に行きます。そして州に来ました。もしタイムラインが本当にそうなら、このストーリーは私たちがいるタイムラインで発生します。南音と領艦対戦。間に合うかどうかわかりません。しかしこれで結果も推測できます。南音は今の段階でも強力な大晦日の代弁者です。彼女の行方をよく調べてみる。李州原玉遺跡は事故はありませんでしたが、でも彼女は言った。新州の原玉遺跡にも彼女の姿があった。今また州に来ました。彼女のルートは明らかに李州、新州。週刊誌はこのように行動しています。その上には必ず秘密がある。彼女が手にしている黒いタイムスタンプと関係があるかもしれません。そうすれば短時間で彼女は捕虜にならない。ストーリーに戻りましょう。担当者の説明を聞く。彼女は南音が帰ってきたことを知っていた。寒さに気をつけて言うこと。ついに2文字も別の可能性を提案した。南音が反乱して初めて現れた。これは私たちの認識とは一致しません。しかし順序を並べ直すことができます。領艦は南音が大晦日のために仕事をしていることを知っている。これは彼女が現れたことを意味する。ここは李州にあります。つまり9域の外観 PV の中で、その後現れたのはここの PV にあります。3回目の出現は李州の原玉遺跡です。領艦と明慶は手を携えて敵に対抗したことがある。この考え方から導かれる。この戦いで双方は引き分けになった。あるいは寒さが勝っている。南音は敗走して李州に向かった。戦いなのに、全く異なる2つの結果を導き出しました。これがストーリー解読の魅力です。手がかりが足りない場合、どんな言葉でも、画面がストーリー転換の鍵になるかもしれません。これが情報差による変数です。どのような結果をもっと信じますか？担当者の話に伴って冷泉艇が出た。寒さが思い出に陥った。当時はまだ中途は寒くなかった。ゴータータは詳細をよくやってくれた。寒さに合わせて琴の弦を鳴らす。花びらも落ちてきた。ここは領艦と南音決戦の場所冷泉艇です。ただ数年前は戦況のようだった。南音は裸足で約束通り会に行った。空に集まった2羽のカラスのように。この比喩は全く絶死である。黒構えのナンネは本当に美しいです。額の印もピンクです。二人が一緒に座った後、立花の勢いがいいと簡単せずにはいられない。黄色や嵐とは違う。彼女たちは上下関係ではない。鉱山流水の地因のように。一人で琴を弾く。一人で吹聴する。二次元の中の笑い自慢の世間を生き抜く。南音は遅れたことを謝る。領艦は遺跡を訪れたからだと知っています。このことも9域で起こった大事だ。州の遺跡に入った後、奴が反乱する。3州の主が行方不明になった。善人神宮の主は行方不明。9域の上層部が全滅した。しかし同時に疑問が生じました。州の遺跡は一体何を派遣したのか。何度9域の上層部全体を出動させることができた。九死に一生を得る確率でも、自分で冒険するのか。星雲の記録からラジウムが事故を起こしたことを知った。つまり9域は数年前に、生存の危機に直面しています。一旦息が枯渇すると、彼は機能を失った。9域は大晦日と戦う実力を徹底的に失うだろう。覆滅するまで。この場合は9域の上層部が出動する価値があります。一つだけのもの。それが新しいエネルギーです。新しい生きエネルギーであろうと。それともその代替品ですか？全てをかけさせるのに十分です。風は南音が手にしている黒い事象にも関係している可能性が高いと疑っています。事象技術はもともと古代文明から来たものである。おそらくオスロの遺跡では、もっとすごいものが残っている。寒さで花びらを握る。南音を止めたい。画面が回って今になった。領艦は大軍を率いて大晦日の大軍と戦った。でも周りの環境が気になります。ここは間違いなく思い出の冷泉艇です。しかし見渡す限りの表現しか見えません。氷の下には何があるのでしょう。慶州の雪は自然の雪である。それとも謎の力に全てを封じられているのでしょうか。後者なら、州が回答したら元のように回復できるのではないでしょうか。そして思い出に来ました。南音はこの話題を続けたくない。彼女は自分が動揺するのを恐れている。だから寒さをしのいで自分のために最後に演奏することを提案しました。ここの寒さに気をつけてください。本当に現実と1対1に対応しています。とうとうのおかげでカッシ先生に指導してもらいました。好奇心からこの先生を調べてみた。川北布袋一五金芸術館に勤めています。館の副館長です。古今九条派の伝人でもある。旧礼派は中国古今芸術の重要な流派の一つである。至急無形文化遺産にも登録されています。
そのこと風は力強くしっかりしており、精霊で俗離れしている。銀城直のリズムにこだわる。詳しく話すと内容が多い。これがフルキンを引く手法であることを知ればいい。私はどうしてこんなに拡張したのですか？この運指は本当に PV に使われているからです。さすがプロの運指指導。これは海洋関連動に続いて、また文化が輸出されました。でも残念ながら両サム団の曲は見つかりませんでした。そこで私は一晩中古金曲を聴きました。結果はオリジナルだとしか証明できません。サムサム金の間に。画面がまた今に戻ってきた。両艦とおこみそかの対戦が一緒になった。寒さに合わせて曲を続ける。南音にも合奏の考えがある。でもまた彼女に押さえつけられた。彼女は合奏が終わるのを恐れて離れたくなかった。この時現実には寒さが続いて種を食べ終わったばかりである。カラスに絡まれてしまいました。次は動きの展示です。幻灯は今回は軽特殊効果を採用しております。昔の武器の中で、幻灯の特殊効果はちょっと派手すぎます。戦闘時には光が汚染されていました。今回の特殊効果は地味ですね。しかし強制的にも低下しました。具体的な効果はテスト服を待ってみなければならない。寒さも同様に遠隔攻撃手段を持っている。姿勢中の白虎を呼ぶこともできる。今のところ命形の武器も寒さの強い武器も。武器を継ぐものではないようです。では、姿勢中が受け継いでいるのは一体何なのだろうか。なぜ彼らだけが聖獣を呼ぶことができるのか。両艦は一刀でゲンカラスを切った。事実戦力天井の一つだ。姿勢中の実力は弱くないようです。嵐の実力は文案で認められている。命形もかつて一刀で種を鳴らしたことがある。耳はさらに高級難癖を破った。今の南音の実力がわからないんです。一曲が終わったら、南音はもうすぐ出発します。空のカラスも一匹しか残っていない。仮に変えましょうか。なんか変な感じがする。南音は結局去ってしまった。フラッグを立てて、必ず無事に帰ってくる。今のところ確かにできました。意識がおかしいということです。画面は今に戻ります。寒さが戦場の真ん中にある。黒化した南音が裸足で歩いてきた。数年前の自別のように。霊勢帝はもう昔の姿を覆さない。周辺の景色も人の火です。彼女が移動するにつれて、命名のために倒れた生きか。寒さに耐えて様子を見る。戦意も高まる。この時表面に注意してください。投影がありますよ。細部を加点する。この時の南音は姿を変えていた。メイクが変わった以外は、陰と動向も変わった。しかし今のところ解読の手がかりはありません。霊勢帝は二人の交落を目撃した。二人の宿命対決を見ることができなかった。このまま分解された。ゲンカラスも復活した。両側大破の左辺症の法則によると、両艦はそうですね。優勢です。これで二人のチーンが愛し合って殺し合う物語がクライマックスを迎えた。この戦いには勝者はいない。それぞれの立場しかない。南音が支配されていることは本当に疑いにくいです。今まで何の手がかりも漏らしていません。でも PV の終わりは、寒さは腹立たしい。南音は微笑んでいた。これは南音が捨てられていないことを示しています。そうでなければ感情の変動はあってはならない。では南音はなぜ悪役になったのですか？これはもっと味わい深いです。はい、今期はこれで終わります。枯渇に注目する。違う幻の塔を体験してあげます。